かつて越えられない壁と言われた日韓両国の経済格差が賃金分野において衝撃的な逆転を迎えました。1990年代末、日本と韓国は約200万円以上の実質賃金の差がありましたが、30年が経った今、その結果は逆転しています。一体何が起きたのでしょうか。まずは30年前、日韓の間にどれほどの差があったのか、タイムスリップしてみましょう。1990年代後半、日本はバブルが弾けた後も、働く人たちのお給料は世界でもトップクラス。まさに、経済大国日本の輝きを放っていました。一方で韓国は、1997年に IMF 危機と呼ばれる国の財政が大変なことになり、国家が破産寸前というどん底の状況に陥っていました。この頃、両国の働く人が実際にもらっていたお給料、いわゆる実質賃金の差は、なんと年間200万円以上。当時の韓国の人々にとって、日本は夢の国。とてもじゃないけど追いつけない、手の届かない巨大な経済大国だったんです。まさに、越えられない壁がそこにはありました。しかし、日本では何が起こっていたのでしょうか。バブルが弾けてからの失われた30年の間、日本の企業は生き残るために、とにかくコスト削減に全力を注ぎました。物が安いままだから、お給料も上げる必要がない、という考え方が社会全体に広まってしまったんです。これはまるでデフレの罠にはまってしまったような状態。お給料が上がらないからみんながお金を使わない。お金を使わないから物が売れず、企業はさらにコストを削る、という悪いサイクルが長く続きました。その結果、日本の働く人たちが実際にもらえるお給料、いわゆる実質賃金は、なんと30年前とほとんど変わらず、ずっと足踏みをすることになったんです。そして、時は2020年代。ついに、衝撃的な逆転劇が起こりました。国際機関である OECD の統計データを見てみると、韓国の働く人が年間で実際にもらえるお給料、実質賃金が、ついに日本を追い越したんです。今の韓国では、平均して年間530万円から550万円ほど。一方で日本はというと、480万円から500万円という水準にとどまっています。もし今の為替レートで考えると、この差はもっともっと大きく感じるはずです。かつては手の届かない存在だった韓国に、日本のお給料が追い抜かれるなんて、誰が想像したでしょうか。まさに、越えられない壁が逆転してしまった瞬間なのです。では、なぜ巨大な経済大国である日本が、この賃金で追い抜かれてしまったのでしょうか。日本は今でも世界で4番目に大きな経済大国で、国の経済規模は韓国の3倍もあります。しかし、この大きなお金が、残念ながら働く人たちのお財布にはなかなか届かなかったんです。その大きな理由の一つが、労働生産性の低さ。特にお店や会社で働くサービス業や事務職の効率が韓国と比べると低いと言われています。これは頑張って働いても昔ながらのやり方を変えられず、生み出す価値が小さいということ。さらに長く会社にいればお給料が上がる年功序列という仕組みや、正社員が手厚く守られすぎている側面も、実力や成果に応じてお給料がダイナミックに上がるのを邪魔してしまいました。これでは経済全体が成長しても個人のお給料は伸び悩んでしまいますよね。では、韓国はどのようにしてこの状況を打開し、賃金を上げてきたのでしょうか。韓国はもともと国内の市場が小さいという不利な状況を乗り越えるため、思い切った体質改善に乗り出しました。彼らがやったのは、まず世界の常識に合わせて IT をどんどん進化させ、同時に古い産業は大胆に整理していくという改革です。例えるなら、古くなった服を脱ぎ捨てて、新しい流行の服にガラリと着替えたようなもの。そして、ただ会社に長くいるだけでなく、どれだけ良い成果を出したかで給料が決まる、成果主義という考え方を積極的に取り入れました。さらに、国を挙げて最低賃金をぐいぐいと引き上げたことも大きなポイントです。これらの改革がまるで力強いエンジンのように働き、低かったお給料の水準を脱却し、働く人たちの実質賃金を大きく押し上げる原動力となったのです。日本が韓国から学ぶべき一番大切なことは、ズバリ、スピードとデジタル化です。想像してみてください。未だにハンコを押したり、ファックスを使ったりするような
昔ながらのやり方で仕事を進めていると、どれだけ効率が悪いか。これでは、せっかく一生懸命働いても、生み出せる価値が少なくなってしまいます。まるで足かせをつけられた状態ですよね。行政からビジネスまで、すべての産業でデジタル化を進め、もっと新しい価値を生み出す。そうすれば、お給料を上げる余裕も生まれてくるはずです。デジタル化は、失われた生産性を取り戻すための、まさに緊急手術と言えるでしょう。韓国企業が世界で戦うために特に力を入れたのが、人への投資です。優秀な人材を引きつけるためなら、思い切った高いお給料を提示し、世界中から才能を引きつけ、グローバルな競争力を手に入れました。一方、日本はどうでしょう。終身雇用というかつての良いイメージにとらわれすぎてはいけません。会社に長くいるから安泰という考え方から抜け出して、その人の能力や成果に見合ったお給料をきちんと払う仕組みに変えるべきです。そして、もっと自由に仕事を選んだり、新しいスキルを身につけたりできるような柔軟な働き方ができる市場を作ることで、若い人たちがここでなら夢を追いかけられると思える環境を作っていく必要があります。私たちは、日本は経済大国だという過去の栄光にいつまでも浸っていてはいけません。今の日本の働く人たちのお給料が低いという厳しい現実をきちんと受け止めることが大切です。そして、韓国に追い抜かれたことを恥だと捉えるのではなく、成功したお手本として学ぶべきです。お給料が上がれば、みんながもっとお金を使うようになり、それがまた会社の利益につながって、さらにお給料が上がるという良い流れが生まれます。このお給料アップが消費を活発にする良い循環を作ることこそが、日本経済が再び力強く飛躍するためのたった一つの確かな道なのです。この動画を通して、皆さんが日本の未来を考えるきっかけになれば幸いです。